皆さんこんにちは。バーチーチャンネルです。いつも私の YouTube 動画を見てくださって本当にありがとうございます。いつか言わないとなぁと思っていたこの件をお伝えする時が来たような気がします。こちらの振袖を探しています。本当に探しています。ご存知の方はご連絡いただけたら嬉しいです。先日の一本前のお買い物動画は見ていただいたでしょうか。青衝堂さんで黒い振袖を購入させていただきました。その時に私振袖持ってないからってお伝えしたんですが、バーチーちゃん成人式の時どうしたのって思っていただいた方もいらっしゃったかと思います。成人式の時は母から譲り受けた、私から言うとひいおばあちゃんが母のために作ってくれた振袖を着させていただいていました。この振袖が私はとってもお気に入りでした。袖を切ったら訪問着としても使えるよって教えてもらって、その時はよくわからなかったのですが、ずっと大事にしたいって思っていました。お煎茶を習って初めての初釜の時に立派な大役を担当させていただいた時も振袖を着ました。お茶で必要な着物も用意をしてあつらえてくれました。お金のこととかあんまりよく知らなくって、欲しいって言ったら着物が出てくるもんだと思っていました。着物を畳むことも知らない、片付けも全部母がやってくれていました。お茶を習い始めてお茶会が増えて、そのたんびに美容室で着付けしてもらうのはもったいないと思って自分でお月謝を出して着付け教室に通った頃の写真です。こんな結び方できたんですね。多分ペアになってお互いにやり合いっこした時だと思うんですが、すごいですね。全く記憶にございません。この一件で私は確信しました。人は着なかったら着方を忘れる。着付けを25年ぶりに再開して3年が経ちますが、このことが教訓でできるだけ毎日着るようにしています。この時のことすごく覚えてます。初めての伊達襟で重ね方を襦袢の方に重ねちゃって、行った先で先輩に直していただいたのを覚えています。着付けもぐっさぐさですね。1年後の写真です。睨みつけています。多分眩しかったようなそんな思い出があります。仕事が忙しくなったり、いろいろな理由から着物からは遠ざかってお煎茶もやめて、でもせっかく着付けを習ったから夏だけは浴衣を着たいなって思って着ていました。そして時は過ぎ、両親の介護やらいろんなことがきっかけで実家を売り払うことになり、その時に事件は起きました。仕事が忙しい中で引っ越しの準備もままならない父親に全部任せっきり。そんな時業者さんが来て全部荷物を持って行ってもらったんですよね。当然着物も母のお嫁入りのタンスも三面鏡もお琴も三味線も日本人形も七段飾りのおひなさんも、すべてのものがなくなった時に心から後悔しました。
どうして自分がちゃんとやっておかなかったんだ。父親は私が大事な着物は自分で管理してるって思ってたんですよね。父を責めた時もありました。でもあの時は本当に家のことが手につかなくて、そういう時でした。リサイクルの着物って人が持ってたものだし、なんか念が入ってたりとか怖いって言う人もいると思います。私も以前はそう思っていました。でも自分が大事なものを手放してしまった時、その時に誰かが大事に来てくれたら嬉しいなって思いました。それ以来リサイクル着物に出会った時は、近所のお姉ちゃんに譲ってもらったと思って大事に着ようとか、私がこの着物を大切に着たらきっと誰かが喜んでくれるって思うようになりました。こうやって写真を見ていると、ことあるごとに着物を着せてくれているのが今の私の着物好きにつながっているのかもしれません。小学校の参観日に母が黒羽織とカツラをつけて着物姿で来てくれたことを覚えています。小さい時からなんか乗り物が好きやったんかな。今も自転車でいろんなところに行きますが、小さい時から乗り物に乗ってブイブイ言わしていましたね。前半で出てきたお宮参りの写真は北野天満宮でした。こちらの動物園は岡崎動物園です。3歳年下の妹がお母さんのお腹の中にいる祇園祭の写真です。この時までは一人っ子で天下でしたね。お煎茶は大好きで、今でも習っておいて本当に良かったなって思っています。新茶から夏の水出し玉露、寒くなったらほうじ茶を和紙のなんかこんなフライパンみたいなのでいってすっごいいい香りがするんですよね。そしてこの度ずっと念願だった日舞をやっと習う決意がつきました。まず踊ってみて分かったことは、手を伸ばしたりすると息が短くなることです。私はアンティーク着物も好きだし、雪は短めが好きで短いサイズで揃えていたのですが、踊り用にちょっと雪が長い着物も用意しないといけないなぁと思いました。そしてやっぱり絹の着物で踊りたい。こんなことがありながら今のバーチーちゃんが出来上がりました。皆様最後までお話を聞いてくださってありがとうございます。実家の物の処分や整理は本当にいつか来る問題ですよね。あとは自分の持ち物の断捨離。そしてそんなことを言いながらまた買ってしまいました。旅ブーツ。でもこれめっちゃ良くないですか？この間の YouTube ライブでブランチお姉さんに教えてもらって、多分みんな買ったと思うんですけど、私は7センチヒールのファスナー付きを楽天でゲットしました。3センチのヒールでファスナーが付いてない本もあるそうなんですよね。以前ハコチお姉さんがファスナー付きのブーツを履いた時に着物の裾が引っかかって破れちゃったそうなので、なんかこう引っかからないようにマスキングテープで留めるとか、中カバーとかしておくといいかもしれないですね。気をつけよう。
そんなお役立ち情報は月曜日夜8時30分からの YouTube ライブでどうぞご覧ください。チャット欄に入っていただくとみんなで楽しく着物のおしゃべりもできます。そしてこちらの旅ブーツに黒い振袖と蔦屋久兵衛さんのコラボへこ帯をして東京着物ショーに行こうかなと今コーディネートを考えています。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。この春で着物生活3年、次から4年目になります。まだまだ初心者ですが、初期の1年目2年目の時のわからなかったこと、わかったことは動画に残っていますので、少しご面倒ですが遡って見ていただけると参考になると思います。これからも着物生活で起こるありのままをお伝えしていけたらと思っています。それでは東京着物ショーでお会いできる方は東京着物ショーでお会いしましょう。バイバーイ。